わしじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、メガ CD を代表する名作で、メガドライブミニ2にも収録された、シルフィードをプレイしていくのじゃよ。いつも通り、スーパープレイでも攻略プレイでもないのじゃが、特にこのゲームは難しいので、温かい目で見守っていただけると上々じゃ。当然エンディングまでプレイするので、ネタバレには注意するのじゃよ。本作は1993年7月30日にゲームアーツより開発及び発売されたメガ CD 用タイトルじゃ。ジャンルはハーフトップビュー形式の縦スクロールシューティングじゃ。画面奥に向かって傾斜をつけることにより 3D 的な奥行きを表現しているのじゃよ。本作の特徴は敵や敵のキャラをフルポリゴンで表現していること、そして背景に秒間15コマのムービーを流し、当たり判定などを完全同期させることで、従来のシューティングゲームにはない迫力ある演出、そして体験を実現したことじゃ。今では背景を 3D ポリゴンで表現することは珍しくないが、当時としてはその技術的な難易度も含めて非常に画期的な作品なのじゃよ。メガドライブとメガ CD の合計3つの CPU の性能と、それをフルに引き出す職人集団、ゲームアーツの美術力の高さがあってこそ生まれた名作じゃ。それでは、早速プレイしていくのじゃよ。Battle station, unidentified spacecraft inbound from Delta Line, Area 3. Number unknown, but increasing. All Sophie squadrons scramble immediately. Repeat, scramble now. Squadron 207. オープニングもそうじゃが、とにかくムービーがかっこいいのじゃよ。Take position for intercept mission. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. ステージ1は、こちらの武器もシンプルにショットのみじゃ。時々現れるアイテムボックスを破壊すると、スコアボーナスやシールド回復などのアイテムが手に入る。残機なしのシールドライフ制になっており、右へのシールドがゼロになっても数発は持ちこたえられるが、シールドがゼロになると攻撃を食らうたびにエンジンや武器が破損していき、最終的にはゲームオーバーとなる。いきなり撃破ではなく、徐々に性能が落ちていくあたりがリアルっぽくて良いのじゃ。母星に対して敵からのミサイル攻撃じゃ。一応連射すれば一発くらいは破壊できるが、全ては防げないのじゃよ。この透明なのはシールド回復アイテムなので、取り逃さないようにしたい。母星がやられてしまったらしいのじゃ。レーザーが当たったのじゃ。味方のブリッツ級巡洋艦がやられたのじゃ。ちなみにブリッツ級は旧式の巡洋艦らしい。ステージ1とは思えないほどの激しい攻撃なんじゃよ。この黄色の敵を全部倒すと出てくるアイテムは一定時間無敵になるので、直後に出てくるこの弾をばらまいてくる敵を倒すのにかなり有効じゃ。正直無敵アイテムがないと結構きついことになる。
テージ1のボス登場じゃ。実はこのボスは無理に倒さなくても一定時間に出回るだけでもクリアはできるのじゃ。せめてステージ1くらいはクリアさせてあげようという開発者からの優しさかの。クリア時に一定量はシールドも回復するが、全回復まではしないので無理はしないようにな。最初にではなく、戦闘が一つ終わったところでストーリー説明が入るというのがまた渋いな。ストーリーはこのムービーの通りじゃな。グレイゾンシステムを乗っ取ったテロリストダカリテを倒すため、残存艦隊は切り札のシルフィード小隊を中心に最後の戦いを挑むという感じじゃな。After drastic restructuring and the addition of reinforcements to the tactical fighter spacecraft, the SA-77 Sylphide, their last resort, the remaining fleet began the counterattack. Their destination? The mother planet, Earth. さて、ステージ1はショットのみだったが、本作にはパワーアップシステムもある。スコアが4万点ごとに武器が追加され、ステージごとに左右のショットを選ぶことができる。ただ、左右どちらに武器が追加されるかはランダムなので、場合によっては片側だけ増えていくということもある。またオプション武器も4種類あり、こちらは5万点ごとにランダムで増えていく。このオプション武器は敵を倒したりすると溜まるエネルギーを消費して使うことができる。オプション用のエネルギーは画面左上の OPT というところの数字じゃな。ステージ途中で武器の選択を変えることはできないので、ステージに合わせた武器を選ぶ必要があるのじゃ。とはいえ、癖がある武器が多いので、基本的には初期の方はアドビームが無難じゃ。ステージには小惑星帯じゃ。時々飛んでくる巨大な岩石は当たるとダメージを受けるものもあるので注意じゃ。ショットの当たり判定があるかどうかで見分けることができるぞ。しかしこの背景が全てムービーというのはなかなか信じられないな。4万もの背景画像を秒間15コマ単位で当たり判定がずれないように調整しているのはすごいとしか言いようがないのじゃ。敵も岩石に巻き込まれて破壊されたりするのも非常に細かい。この岩石については完全にパターンなので、しっかり覚えて余計なダメージを食らわないようにしたい。アングルもぐるぐると変わるので、本当に小惑星帯を抜けていくような感覚なんじゃよ。シルフィードのデザインを手掛けたのは、正解の紋章など数々の本格 SF 作品に携わってきた米村光一郎氏じゃ。オープニングなどのムービーでもわかる通り、今でも古く感じさせないくらいこのデザインは素晴らしくて、商品化などもされているのじゃよ。英語の音声も採用するなど、スター・ウォーズに匹敵するような世界に通用する本格的な SF 作品を作ろうという気概を感じるのじゃ。右に避けろと通信で教えてくれるのじゃ。味
時の姿こそ見えないものの、こうして同じ小隊の仲間からの通信が入ってくるのが、一人ではなく一緒に戦っている気分を感じさせてくれるな。こうやってショットで当たり判定があるかを見て岩石を避けていくのじゃ。とはいえ敵も出てくるのでなかなかうまくいかないのじゃよ。回復アイテムの動きが大きすぎてよく取り損なうのじゃ。さてなんとかボス戦じゃ。なんかガンガン食らってしまいギリギリでクリアなのじゃ。さて一応左右でワイドビームが使えるようになったのじゃが、これは結構癖がある武器なので次もフォワードビームでいくのじゃ。シールドもなんとか4発分までは回復したのじゃよ。そしてステージ3はシューティングゲームではもはやお約束の巨大戦闘母艦じゃ。1画面にはとても収まらないこの巨大な戦闘母艦はヘリオベイというらしい。無限に伸びるハムデッキに突撃艦20隻を係留および補給できるというすごいスケールなのじゃ。このステージではこの戦闘母艦の周りをぐりぐりと飛び回りながら戦闘を繰り広げるというなかなかに燃えるシチュエーションなのじゃ。パッと見ただけだと 2D シューティングに見えないあたりがすごいのじゃよ。そしてこれらの CG はその後モルナシリーズやグランディアを手掛けるスタジオイクサブネが担当している。特にイクサブネはセガサターン版のルナで当時としては非常に珍しい CG とアニメーションを融合させたムービーを制作しており、かなり驚かされたのじゃよ。 CG との同期という意味では本作でのノウハウも生きているんじゃないかと思うのじゃ。この体力回復は逃さないようにしておきたい。中ボス的な感じじゃが、このステージはボス戦がないので実質ボスみたいなもんじゃな。あまり癖のある攻撃はしてこないのでこいつは楽勝なんじゃよ。まあ難しいことはさておき、敵艦の近くをすり抜けるように縦横無尽に飛び回る戦闘機という演出はもう本当にワクワクさせてくれるな。あと両脇の壁は当たり判定があるので、ここは真ん中でなんとか耐えるのじゃ。おう、シールドがやばい。そして最後は初見殺しの巨大レーザーをかわしてステージ3はクリアなのじゃ。次のステージ4ではワイドビームを使ってみるのじゃ。ステージ4は敵の建設中の要塞の中で囲まれることが多いので、このワイドビームがなかなかに有効なのじゃ。オプション武器もブラビトンボムが増えたので、これも装備してみる。
出し惜しみするほどうまくはないし、使えるものは素直に使っていくのがわしの流儀じゃよ。ガイドビームはこんな感じで、射程は短いが威力のある攻撃を周囲にばらまくのじゃ。このステージは要塞の中を突き抜けていくスピード感あふれる演出とテンションが上がる BGM が秀逸なのじゃよ。ちなみに音楽を手掛けているのは笠谷文仁氏率いる音楽集団メカノアソシエイツじゃ。電化フブやアリシアドラグーンなど多くのゲームアーツ作品の音楽を担当しているのじゃ。あくまで集団名で個々の作曲家の方々の名前が出てくることは少ないのじゃが、そういうところも職人気質を感じるな。右に左に奥にと目まぐるしくアングルが変わってこのスピード感がたまらぬな。ここのレーザーは絶対初見だと避けられないと思うんじゃよ。ただ他のステージもそうじゃがちゃんと英語音声でヒントはあるんじゃよね。本作はもともとは PC8801M2SR 用に発売されたタイトルのリメイクじゃ。一部設定が変わったりもしているが、基本的なゲーム性や係手がボスであることは変わらない。ハーフトップビューの視点も同じじゃな。当時としては珍しい音声合成を活用するなど、本作同様に魅力的な取り組みで有名じゃ。ファミコンでも発売されたテグザとか、結構ゲームアーツの作品はどれも他にはない斬新なゲームが多いのじゃ。なんとかボスまでたどり着いたのじゃ。オプション武器のブラディトンボムを使ってみるのじゃ。使用すると左入れの OPTというポイントが減っていくのじゃよ。敵を倒すと溜まっていくので、ここぞという時に使うのがおすすめじゃな。なんか毎回ギリギリじゃな。なんとかクリアできたので、今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。